はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。本日はお待たせしました。本日16日発売のデュアルショック4バックボタンアタッチメントデュアルショック4背面ボタンアタッチメントのレビューをやっていきたいと思います。まあね、これ何なのかっていうと、要は普通のね、こういう一般的なコントローラー、これさっき新品で開けた純正コントローラーなんですけども、これの後ろにね、背面ボタンをつける、そういった公式のね、ソニーさんが直々に出してきた公式のアタッチメントになってます。要はスカフとか以前紹介した BBC みたいな機能を追加するっていう、そういったものですね。今ネットで大変話題になっていて、こういった状況になっています。ちょっと見ていきましょう。はい、これ Amazon なんだけど、こういったね、ソニーさんから公式のトレーラーみたいなの出てたんですけどね、これ税別2980円になっています。しかし、Amazon に行くと6328円、メルカリとかだったらもっと高いところもあるのかな。大変なことになっています。で、こちらにね Amazon さんきちんと書いてますね。本商品の参考価格は3278円税込みになりますと。だから2倍近くの値段が、Amazon とか、他のねサイトでついています。これまあいわゆる転売ヤーですね。転売ヤーがこの価格で売っているっていうことですね。じゃあなんでね3000円ちょっとのものが6000円とか8000円とかで売れてるのかっていうと、これ最初発表した時みんなねすごいエキサイトしたんだけど、わあ来た、ついに来たって思ったんだけど、ここにね数量限定発売で変えちゃったんですよね。この数量限定っていうのに一番敏感なのは転売屋ですよね。だから群がっちゃって大変なことになって、今じゃほぼ手に入れるのが難しいという感じになっています。まあね、一応ツイッターとか見たらゲオとかで店頭でね売っているところも少なからずはあるみたいなんですけども、大体のところは予約のみとか、そんな感じになってると思います。結局こういう風に数量限定発売ってやっちゃって転売屋群がっちゃったら、本当にね使ってる人とか欲しい人たちがね正規の値段で手に入らないんで、ちょっと困りますよね。こちらの正規の値段は3278円です。それだけ覚えておいてください。はい、それじゃあ開けていきたいと思います。すんげえシンプルなのね。よいしょ。内容物は説明書と本体だけですね。はい、はい、こんな感じですね。クリックしてみよう。これね全部がパドルみたいになってるけど、ここはあんまり押せないですね。こっちに来ないと、ここからしか反応ない。でもクリック感はまあまあありますね。ちょうどいい感じ。押せなくはないけど結構近い、ここだとテコの原理だね。ここら辺なら押せるって感じ。この状態でさして入った。この状態で一回押すとプロファイルが出てきますね。この状態だと、一番多いパターンだね。裏ボタンの左が×でこっちが丸の状態ですね。でプロファイルはいくつかセーブできるみたいです。これ P1 でしょ。2回押すと次のプロファイルに切り替えられる感じだね。こんな感じですね。で設定モードに入るときは長押しみたいですね。こう5秒ぐらい長押ししたらこう点滅し始めて、あとは背面パドルを押すだけで設定変えれるみたい。L1、R1、R3 もできるんだ。すごいねこれ。丸×四角、上右下左 L1、R1、L2、R2、L3、R3、これ特殊だね。オプションボタンで何も設定しないも可能です。はい、一周しましたね。ということで、とりあえず僕は、よくあるパターンの丸と×にしたいと思います。で1回押せば OK って感じで、2回押せばプロファイル変更、2回押せばプロファイル変更、もう1回2回押せば元に戻ると、そういう感じですね。シンプルですね、使い勝手は。はい、ちょっと握った感じちょっとお伝えしたいと思います。もう完全にこれ完全にL1、R1 うちの人じゃないですね。L2、R2 うちですね。だから俺は最近 L2、R2 に変えたからいいけど、こう思ったらちょうどいいみたいな、こんな感じ。でもこれだときついね。反対にこの薬指で打つ人なら全然問題ないかも。薬指でパドルを押せる人だったら全然問題ない。むしろ薬指の人はすごくいいかもしれないな。ありだなこれ。でも基本的に L2、R2 がすごいしっくりきますね。もうここにちょうど来る。最近思うのが、もう L2、R2 に移行した方がいいのかなとか思っちゃいますね。PS5 でもハプティクス機能だっけとかいろいろね L2、R2 トリガーに入るんで、もうこっちに移行した方がいいような気もしてきたな最近。だから基本的に L2、R2 も専用って感じですね。
L1R1 打ちでね、この状態でね、これを押すと結構いけなくはないけど、なんて言ったらいいの、結構ね、このサイズあるんで、出てるんですよ、前に。こっち側のサイズが結構あるんで、あれが必要かな。だからしっくりくるのは L2R2 って感じ。ほんと。これだとね、なんていうの、この先っちょで押してる感じ、ここぐらいで押してる感じ。まあ中指が長い人ならいけるんだろうけど、俺はちょっとなんか居心地悪いですね。L2R2 はもう完璧。すごくいいとこにある感じです。はい。間違ってさ、このスクリーンボタン間違って押しそうなんだけど。大丈夫かなこれ。で、全体的になんかでかいな、やっぱ。もうちょっと薄くしてもよかったんじゃないかな、これ。ちょっと熱いな。どうなんだろう。はい、ということでね、ちょっとね、とりあえずこれでゲームやっていって、試していきたいと思います。最初は COD-MW で、L1R1 打ちで、その後 L2R2 打ちで試してみて、同じように Destiny 2の方でも試していきたいと思います。そして最後にね、まとめていきたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、こちら COD-MW です。前回ね、eSwap コントローラーのレビューでね、結構好評だったので、ASMR 風に、コントローラーのクリック音重視でお伝えしていきます。これ最初の部分、L1R1 打ちですね。正直言って、先ほど言ってた L2R2、まあ、専用とか言ってたんだけど、決してそんなことなかったです。全く問題なく使えてましたね。ここも L1R1 打ちだね。で、慣れるのも1、2戦で慣れたっていうか、これ多分2戦目ぐらいなんですけどね。かなりね、良かったですね。びっくりしました。さすがソニーって感じ。で、そうだな。L1R1 打ちでプレイしてると、なんか自然と、右手の方だけ薬指で押してましたね。最初は両方とも中指で裏パドルを押してたんだけど、右手だけなんか中指がパドルの上の方、上部の方で支えて、で、薬指でパドルを押していった状態になりました。それがなんか自然な感じになりましたね。だから、そうなる人も多いかもしれない。まあでもね、中指で押すのも、薬指で押すのも全然問題なかったですね。はい。ここは L1R1 打ち。問題なくプレイできてます。まあ、僕普段から COD そんなやんないんで、すごいナイスプレイはできないんですけども、まあ、普通に使えてましたね。これは L2R2 打ちの方ですね。これはね、全く問題なくプレイできてました。で、やっぱりね、でも、トリガーストップないんで、L1R1 の方が反応速度は速いような気がしますね。はい。もそんなに問題ないよね。特にここのロングショットね、きちんとリコイルコントロールできてましたね、これ。オッケーいいでしょ。危ない危ない。いいでしょってね。別に俺が作ったわけじゃないんだけど。L2R2 ですね、これも。はい、ファイナルキル。そんな感じです。それでは次は Destiny 2に行きたいと思います。L1R1 持ちでやっていきます。これ実は時系列的には Destiny 2の方を先に取ってるんですけれどもね。まあ人工的に COD の方がまあ興味ある方多いのかなと思って、そっちの方を先に流しました。はい、当たってますね。遅いな、やっぱりちょっと。海外サーバーかな、これ。時間帯的にね、海外サーバーに行っちゃったみたいです。結構ラグかったです。ありだね。はい、結構ね、砂当たってますね。これね、僕普段デスティニー2めっちゃやってるんで、こっちの方が分かりやすいんですよね。ボタンはもちろんね、慣れる必要はあるんだけど、エイムに関してはそんなに違和感なかったですね。で、ちょっとね、COD と違う点は、デスティニー丸をね、連打したりするんだよね。スキル、まあ、ハンターだったら回避とかするときに。で、それに関しては、L2R2 の方が、ちょっとね、裏パドル連打しづらかった。OK。いいぞ、いいぞ。これ2戦目だからね。やばいよ。はい、めちゃくちゃ感動してますね。悪くないね、全然。で、このね、パドル、背面パドル何のために使うのってね、よくわからない人のためにお伝えすると、こういう FPS とかでジャンプしながら、エイムしながら撃ったりとか、スライディングしながら撃ったりとか、そういったね、ちょっと高難易度な動きができるようになります。まあ、いわゆるね、モンハン持ちしているのとちょっと似たような感じですね。はい。めっちゃ興奮してますね。オーケー、いいよ。オーケー、いいよ。いいよ、L1R 打ちいいよ。気持ちいいよ。オタクが興奮して気持ち悪いですね。で、これ使えんじゃね意外と。3000円でこれはやばいだろ。強いっしょ。おっと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 。やばいっしょ。はい、ここもそうですね。ジャンプしながらちょっとエイムして、こういう左の方にエイムしながらジャンプして降りてってって感じですね。次のシーンも同じく、バックステップしながら、エイムして打ってる感じですね。
はい。悪くなかったんじゃないか。いや、いいでしょう、十分。31キル。悪くないっすね。ちょっとまだぎこちないところはあるけど、まあ L2R2 も L1R1 もいけるな、これ。OK。それでは最後にまとめていきたいと思います。はい、ということで、デスニー2、COD、MW 両方とも試しましたけれども、正直ね、感想としては予想以上の出来でした。COD、MW に関しては L1、R1 打ち、L2、R2 打ち、両方とも問題なく使えてました。で、なぜか L1、R1 打ちの時にこういう風に、右のね、裏パドルだけ、この中指がこのパドルの上に来て、薬指で押してる感じに自然になっていました。でもね、この状態なんだけど、左側のパドルだけはなぜか中指で押してた。こんな感じ。なんでだろうね。やっぱり L3 を押し込むからかな。深く持った方が持ちやすいのかもしれません。だからね、こういった持ち方もありだと思いました。で、エイムにも特にそんなに影響なかったですね。で、デスニー2に関しては、L2、R2 打ち、L1、R1 打ち、同じように試したんですけども、L2、R2 打ちだと、この右側のね、もしここが丸ボタンだった場合、そのハンターの回避とかするとき連打しなきゃいけないんだけど、それがちょっと押しにくかったかな。うん。その部分に関しては L1R1 の方が押しやすかったです。で、L1R1 のモンハン持ち、一瞬やってた時があったんだけど、問題なかったですね、特に。こういう風に上に置けるんだよね。右側モンハン持ちして、左側は普通にね、裏パドルでバツボタンとかやるのもできるから、いろいろ自由度が増えると思いました。その連打のところに関してはやっぱりね、BBC とか、スカフとかの方が連打しやすいのかもしれません。あとはまあやっぱ BBC とスカフにはね、トリガーストップがあるからね、そこがちょっと強みですかね。意外と最初さ、俺 L1R1 だと届かないって言ってたんだけど、慣れたらね、意外と問題なかったんだよね。で、ちょうどやっぱり L1R1 だったらね、こういう風に、ちょうどその中指の先っちょがボタンの、パドルのところに来るんだよね。でも L2R2 だとちょっと深すぎて、その第一関節と第二関節の間ぐらいで押すから押しやすいんだけど連打がしにくい。そこがちょっと難点かな。まあでもね、正直これ3000円だよ。3000円のこの性能やばいからで、クリック感に関して言うの忘れてました。このね、パドルのクリック感はだいたいね、そうだな、その L1R1 ボタンにちょっと似ている。L1R1 ボタンに似てて、それをちょっと弱めた感じかな。クリック感とストロークを弱めた L1R1 ボタンって感じ。すごく押しやすいです。はい。ぜひね、皆さんね、手に入る方は試してみてください。で、やっぱりね、この背面パドルアタッチメント、一番いいところっていうのはやっぱり、ソニーさんが公認とかじゃなくて、ソニーさん公式が出したアタッチメントなので、使ってても誰にも文句言われないっていうところですかね。精神衛生上すごいね、いい商品だと思います。例えばさ、やっぱりスカフを使ってたり、海外の大会では公認で使っていいコントローラーなんだけど、一部の人は、例えばフリーク、こういったフリークでもチートなんじゃないのかとか、BBC とかでも裏パドルがあるからマウサーと同じなんじゃないのかとかね、そういう人もいますんで、僕としてはね、何を言ってるんだって思うんだけどね。例えばさ、これ裏ボタンが増えただけだったら、もしマウスね、PC のプロゲーマーで例えたら、要はサイドボタンが増えただけじゃん。それでさ、なんかチートとか言われるのもなんか腹立つし、どうやら最近日本ではね、コントロールフリークが公式で公認されたらしいんで、いろいろと改善はしてると思うんですけどもね、そういった面ではこのね、ソニー公式の背面アタッチメントかなりいい商品なんじゃないでしょうか。ぜひね、皆さん機会がある方は試してみてください。ということで今回はこちらのね、ソニーさん公式が出した背面アタッチメントの紹介レビューでございました。今後もね、こういったゲーム周辺機器、そしてゲーム情報の動画やっていきますんで、もし興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。